これでわかるアレクサンダー大王。正式にはアレクサンドロス3世。この動画ではアレクサンダーと呼びます。アラビア語ではイスカンダル。宇宙戦艦ヤマトに出てくるイスカンダルもここに由来しているそうです。英雄が憧れる英雄。様々な分野の人がアレクサンダーに心酔しています。カルタゴの将軍ハンニバルやボルテールなどの思想家、それにフランス国王ルイ14世まで、何がすごいってとにかく強い、負け知らず。しかも戦場では自分が先頭に立って戦っていたというのも絵になります。5万足らずの兵で20万以上の兵と戦いました。強さの源になったのは自分は特別だと思える自信があったからではないかと言われています。父はギリシャ神話に出てくるヘラクレスの、母はアキレウスの系統と言われ、自分は神の子だからいけると思っていたのかもしれません。さて、英雄か暴君か。紀元前356年、マケドニア王国のペラに生まれる。まず最初に少しこの王国のお話をしておくと、マケドニアはもともとギリシャ社会から相手にされないほど小さい王国であったのですが、アレクサンドル一世が治めていた時、ギリシャ神話の英雄ヘラクレスを祖先とする建国伝説を盛んに言い伝え、ギリシャ人の祭典であるオリンピア祭への出場を果たしました。オリンピックですね。古代オリンピックの参加資格はギリシャ人のみでした。ここに参加できるということはギリシャ人として認められたということ。そしてその後アレクサンダーの父フィリッポス2世がマケドニアを強くしました。まず軍隊。新兵器のサリッサという5メートル以上の長い槍を使います。重さは約7キロ。密集して前4列が水平に構え、5列目以降は斜めに構えて進む。ハリネズミのような形。相手を威嚇する効果はもちろんですが、槍の長さで相手が遠くなり、かつ密集していることで兵士の恐怖が和らぐ効果もあったとか。強さの秘訣はその兵器だけではなく、マケドニアには職業軍人がいたということが大きかったようです。この頃は通常、兵士は普段農業をしていて、戦争の時だけ駆り出されるという形が多かったのですが、常備軍がいたことで、サリッサの扱いなど連携が必要な戦術も成立したのだと思います。フィリッポス2世がしたのはそれだけでなく、民衆を強制的に移住させ農地を開拓させます。そして彼らの元々の支配層を切り離し、首都ペラに集め宮廷貴族化させます。民衆には土地を与え、彼らの反感を買わないようにしていました。イタリアの政治思想家マキャベリは、新君主は常にその規範をマケドニア王フィリップスに取らなければいけないと称えています。コリントス同盟を結成。スパルタ以外のギリシャ諸国と秩序維持や軍事協力などをします。そしてここでペルシャへの遠征を決定しました。ギリシャは過去にペルシャに侵攻されているので、その報復という大義名分のもとに征服を企てます。この頃の赤いメネス朝ペルシアはオリエントの大帝国だったので、かなり無謀な計画と思われていました。さて、アレクサンダーの話に戻ります。アリストテレス。アレクサンダーが13歳の時、アテネから教師としてアリストテレスが招かれました。万学の祖とされるアリストテレスは、哲学、文学、政治学、弁論術などいろいろなことを幅広く教えます。アレクサンダーはギリシャ文明こそが最高だと教わりました。名馬ブケパロスとの出会い。ある日、商人が馬を売りに来ました。ブケパラスという大きくて荒れていて誰も乗りこなすことができない馬がいました。やんちゃで自信家のアレクサンダーが自分が乗ると言います。そして見事に乗り回し、感動した父はその馬をものすごい額で購入したそうです。そしてブケパロスとは長い付き合いになり、この後行われる東方遠征すべての戦闘で一緒でした。
なぜ乗りこなせたかというと、アレクサンダーは馬が自分の影を怖がって暴れているということに気がついて、その影を見せないように扱ったからでした。父フィリッポス2世暗殺。側近のパウサニアスという彼の元愛人に恋愛感情のもつれで刺されます。パウサニアスは男性。当時のギリシャ世界ではバイセクシャルが一般的でした。ギリシャの人たちが信じているギリシャ神話に出てくる神々の恋愛は男女に限らず、キリスト教のように同性愛を禁じていなかったことが影響しているのかもしれません。この暗殺に共犯者や黒幕がいたかどうかは分かっていないのですが、アレクサンダーの母であり、フィリッポス2世の元妻オリンピアスが暗殺の黒幕とする説もあります。アレクサンダーも関わっているとかいないとか。王位継承。アレクサンダーは父の後を継いで20歳で王になりました。そして彼の反対勢力だった人たちを父の暗殺の共犯者だと勝手に言い、次々に処刑し、徹底的にライバルを排除しました。そしてアレクサンダーは父を超えたいという思いがあったのか、父の悲願だった東方遠征をどんどん進めていきます。テーベ徹底崩壊。テーベの反乱があり、マケドニア軍による凄惨な無差別殺戮が行われ、6000人の死者を出しました。その後、コリントス同盟会議により、テーベの都市は徹底的に破壊されることになり、3万人が奴隷として売却されました。こうしてアレクサンダーはギリシャ世界にマケドニアに歯向かうとどうなるかを見せつけたのでした。ペルシャ傭兵のギリシャ人徹底攻撃。ギリシャ人の中にはペルシャの傭兵になった人が5000人ほどいました。猛攻撃で3000人を殺戮。残る2000人を捕虜としてマケドニアに送り、強制労働に就かせました。パフォーマンス1、古都トロイ。ホメロスの叙事詩イリアスに歌われるトロイア戦争の場所として知られるところに行き、槍を砂浜に突き立てます。槍で勝ち取った領土として神々から授かったと宣伝。これから行われる東方遠征をギリシャ軍がトロイを攻め落としたトロイア戦争になぞらえたのです。パフォーマンス2、ゴルディオンの結び目。もう一つ有名なパフォーマンスの一つとしてこんなのがあります。ゴルディオンの神殿に古い荷車が据えてあり、結び目をほどいた者がアジアの王者となるという伝説がありました。アレクサンダーはみんなの前でそれを剣で切り、伝説とは自分で作るものと見せます。ほどき方わからなかったんでしょうね。小アジアの征服、イッソスの戦い。アケメネス朝ペルシアの皇帝ダレイオス3世と正々堂々と戦います。ダレイオスはなんと逃げ出し、それによりペルシャ軍も退却。ダレイオスの陣営に残された大砲や調度品はすべて持っていきます。実は父フィリッポスが軍隊にお金を使いすぎて借金があったのですが、ここで楽になりました。そしてダレイオスの母、妻、3人の子供たちは捕虜になりました。ただ、捕虜といってもアレクサンダーは丁重に扱ったそうです。9年後、この娘の一人、スタテイラ2世と結婚するのですが、そうすることでアケメネス朝の正当な継承者になることをこの時から考えていたのかもしれません。もしくは単純に好みだったとか。エジプトの征服。ペルシャに支配されていたエジプト人はアレクサンダーを解放者として迎え入れました。そしてなんとアレクサンダーはファラオとして認められました。ナイル川の西側に都市を建設し、それがアレキサンドリアと呼ばれるようになりました。ペルシャ王国の滅亡、ガウガメラの戦い。イッソスの戦いで逃げたダレイオス3世が本気を出してきます。アレクサンダーの仲間は野襲を進めましたが許可しませんでした。私は勝利を盗まない。と、かっこいいですね。こういうところが人気の秘訣かもしれません。ペルシャ側は野襲をされると思い警備に当たっていました。そして翌日、しっかり休息を取ったマケドニア軍と
睡眠不足のペルシャ軍が戦い、見事にペルシャ軍を破りました。結局ここでもダレイオス3世は逃げます。そして逃走中に味方だったベッソスに殺害されました。この後アレクサンダーがダレイオスの遺体を発見するのですが、ダレイオスを殺害したベッソスをアレクサンダーが処刑。そしてペルシャ帝国全土を制圧。ペルセポリス宮殿の炎上。アレクサンダーは言いました。ギリシャ人とペルシャ人が心を一つにして帝国を治めようじゃないか。習慣や宗教を侵略しないだけでなく、ペルシャ風の衣装を着たり、ペルシャ流の挨拶をするようギリシャ人に求めます。そうやってペルシャ王の後継者になろうとしていたのですが、ペルシャ人の中には彼を認めない人がたくさんいました。そして宮殿に火を放つよう部下たちに命じました。ペルセポリス宮殿はアケイメネス朝のシンボルともいえるペルシャ人にとって大切な宮殿です。今までの大切な王宮を焼くことで自分が新たな王であることを分からせたのでした。面白くないと思っていたのはペルシャ人たちだけではありません。マケドニア人が支配の中心であるべきと思う人たちは、勝者であるはずの自分たちが敗者の慣習を押し付けられていると思い納得がいかず、アレクサンダーとの溝が深まっていきます。征服の妥協。インド北部の川に差し掛かったところで川を渡ろうとしたら部下たちが拒みました。マケドニアを出て8年間に及ぶ過酷な遠征に疲労しきっていたのです。いい加減帰りたい。家族に会いたいと。もっと先に進みたかったアレクサンダーも仕方がないと遠征を中断して戻ります。ですがマケドニアには戻らずバビロンで海を渡る作戦を考え直します。やっぱり諦めきれなかったんですね。突然の死。なんとバビロンで熱病にかかりこの世を去ります。この時まだ32歳。問題だったのが後継者が決まっていなかったこと。そしてアレクサンダーが言い残した言葉が最強の者が帝国を継承せよでした。この言葉によりその後争いが起こります。なんとも罪深い最後のお言葉。マケドニア王でありエジプトのファラオでもありペルシャ帝国の皇帝ともなったアレクサンダー大王。貪欲にどんどん領地を広げ征服していき、結果的にこの東方遠征によりギリシャのヘレニズム文化を広められることになりました。さて皆さんにはアレクサンダー大王は英雄に見えるでしょうか、暴君でしょうか。では最後にアレクサンダー大王にまつわる絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。